やっほー、まるです。今回はいつもと違う動画を作りたくて家で撮影してます。今回は私が日本が好きな理由についてお話ししたいと思っています。京都の大学に留学していた時期を合わせるとトータルで5年間日本に住んでいるので、今までの経験から感じたことを話したいと思います。では本題に移りましょう。ウクライナに住んでいた時は食べ物に対する意識が低くて、料理に対しても深く考えず、かなりシンプルに済ましていました。でも日本に来てからは完全に胃袋をつかまれちゃいました。日本の食べ物を好きな理由を挙げると、季節ごとに四季折々の美味しい食材が豊富にあること、料理の見た目や盛り付けにこだわっていて、目で盛り付けの美しさを、鼻で香りの良さを、口で味わいを楽しむことができること、料理の種類がたくさんあり、ご当地グルメや B 級グルメがあること。ウクライナではご当地グルメがなんとなくあるけど、そんなに多くないし、あまり普及していません。最近やっとご当地グルメを作り出すという動きも強まってきています。ミシュランガイドの星を持っているレストランの数でいうと、東京はなんとダントツ世界一位。その次はフランスのパリですが、京都と大阪は3位と4位ですので、美食の国としてはもちろん日本の料理人さんたちの実力の高さは世界に証明されたのではないでしょうか。ちなみに和食は2013年の12月にユネスコ無形文化遺産に登録されました。ですので日本に来てからは食への探求心が芽生え、グルメ旅にはまってしまったので、今後は YouTube でいろんなグルメスポットをどんどん紹介できたらなと思っています。ちなみに私の大好きな日本の食べ物はお寿司、焼き鳥、焼き餃子、お好み焼きと抹茶のスイーツです。日本は交通のアクセスが良くて、車がなくてもバスや電車を使って大抵の場所へ観光できるので非常に便利です。また日本の電車やバス時刻表通りに走っていることにもびっくりしました。車内は綺麗さが保たれているし、寒い時期は暖房、暑い時期は冷房がついているので、いつも快適に乗ることができます。ウクライナとどうしても比較してしまいますが、ウクライナのバスマルシュートカはエアコンが完備されていませんので、夏になるとサウナ状態になってしまいます。大阪の梅田駅や東京の新宿駅みたいなところは巨大な迷路のようになっていて、方向感覚を失ってしまうくらい複雑な構造になっていますが、駅構内は案内板がいくつも丁寧に設置されているので、迷わずにどこに行けばいいかすぐ分かるのですごく便利です。コンビニと自動販売機の数が半端ないです。日本の他にもいくつかの国を旅行したことがありますが、喉が渇いたらすぐ目と鼻の先に自動販売機やコンビニがある国は日本だけです。料理を作りたくない日はコンビニのお弁当で済ませることができるし、何よりもコンビニで買う食べ物はクオリティが高くて美味しいです。他にも小包や手紙を送りたいときはわざわざ郵便局に行く必要性がなく、コンビニにお願いすることができるし、 ATM などの便利なサービスもたくさんあるので、ウクライナに持って帰りたい日本の一番欲しいものはコンビニです。日本の治安の良さは世界的に有名だと思います。私は特に助けられています。なぜなら私おっちょこちょい部分があるので、忘れ物や落とし物がたびたびあります。今まで何回かお店の席やショッピングセンターのお手洗いなどでスマホや貴重品を忘れたりしましたが、親切な人が届けてくれたり預かってくれていたりして問題なく戻ってきました。一方、ウクライナで一度忘れたり落としてしまった貴重品が戻ってくる可能性がかなり低いです。もちろん安全と言われている日本でも事故や犯罪があるので油断は禁物ですが、コーヒーショップなどで自分の荷物を席にポンと置いたまま安心して離れることができるし、すぐにバッグが狙われる心配をせずバスや電車を乗ることができ、夜道を女性一人で歩いても比較的に安全な国だと思います。特に日本は眠らない街と言われるぐらい夜遅くまで営業している店が多く、24時間営業しているコンビニが多くて、海外と比べて明るい場所がたくさんあるので安心感が格段に違います。
日本のテレビを見るとすぐにわかるのは CM の面白さです。ウクライナではテレビ番組の途中 CM になってしまうと、みんながお手洗いタイムなどでリビングから離れたり違うチャンネルに切り替えます。日本人の CM 制作能力が非常に優秀で興味深く面白いので、ついつい見入ってしまう CM が多いです。 CM ソングもキャッチなので見てて楽しいし耳に残るので、家で一人 CM ソングを歌っていることが多々あります。カラオケに入れてほしいぐらいハマっています。私が思う日本のテレビのいいところを挙げると、意外なテーマで面白い番組を作っていること、テレビからいろいろ勉強できる番組が多いこと。ちなみに個人的な感想なんですけど、ウクライナのテレビは何かを学ぶ番組より、単純に見てて楽しい、あまり深く考えなくていい番組の方が多いです。日本のバラエティ番組は出演者の会話にポップなテロップが入ることが当たり前になっていて、日本語を勉強している外国人にとっては非常にありがたいです。日本の素晴らしさを再認識させられる番組があること。ちなみに私の好きな番組は月曜から夜更かしやマツコの知らない世界、そして水曜日のダウンタウンとモニタリングです。日本のお笑いの文化はいい意味で独特です。子供からお年寄りまで、そして日本語があまりわからない外国人も楽しめる優しいお笑いが存在しています。私はまだウクライナで大学生だった時に、お笑い芸人バンビーノのコントがバズっていた時期で、同級生みんなで動画を見て笑っていました。その時初めて日本のお笑いの文化を垣間見て、ウクライナのと全然違うなと思いました。京都の大学に留学で来た時にテレビで初めて漫才というお笑いを見て、どうして一人がもう一人の発言で怒ったりイライラしたり、そして相手を叩いたりしてるんだろう、どうして観客がそれで笑ってるんだろうと理解できずにいました。やはりその時は言葉の壁もあったし、日本文化でわからないことがたくさんあったので、漫才をテレビで見ても笑えませんでした。ただ1年間の留学が終わった頃に日本語が上達して漫才の面白さを分かってきたのもあって、大学の卒論の研究テーマを日本のお笑い文化にしました。卒論の研究をすることによって日本のお笑いの奥深い世界をもっと理解できた気がして、私にとって吉本新喜劇を生で見ることが一つの夢になっていましたが、先日念願かなって吉本新喜劇を見に行ってきてすごく楽しかったです。お入りください。ありがとう。ちなみに私の好きな芸人さんはかまいたちや和牛、そしてもう中学生です。日本人は物を本当に丁寧に使っているので、中古品を購入する抵抗があまりなく、エコな生活を簡単に送ることができます。日本人は物を大切に使っていることは世界的に有名なので、中古車やブランドバッグ、トレカなどが外国で大人気です。私もメルカリや ZOZO ユーズドで買い物をよくしているのですが、今まで失敗したことはありません。物を大切にする日本の文化、精神性は今後世界の潮流になる SDGs にもマッチすると思います。日本の言葉自体が大好きです。大学で日本語を勉強していた時に気づいたのは、日本語は和語や漢語、そして外来語が共存していて、類語が非常に多いため、日本語の表現力が本当に豊かです。類語とはいえ、様々な細かいニュアンスの違いもあり、日本語を勉強する上で難しいことでもあったのですが、日本語を勉強していた時にそのニュアンスの違いを探ることは本当に楽しかったです。他の言語よりオノマトペがたくさんあることや、日本語特有の言葉など、多言語に簡単に翻訳できないような言葉があることは、外国人からすると日本語の魅力です。日本にいるから当たり前かもしれませんが、常に日本語に触れることができる国でこうやって生活できていることは、今は本当に幸せです。四季折々の景色を楽しめる日本は、海と山に囲まれ、北には亜寒帯の北海道、
南は亜熱帯の沖縄があり、6852の島で構成されていて、ユネスコで保護される遺産が25件もあり、国内旅行を永遠に楽しめ、絶対飽きないです。季節や場所によってたくさんの表情を持つ日本をもっとこれからも知っていきたいし、私の旅行を通していろんな面白いビデオを YouTube にアップできればなと思います。撮影や編集に慣れてきたので、これからどんどん頑張りますので、応援をよろしくお願いします。またいいねやチャンネル登録をしていただければ動画を作るためのモチベーションにもなるのでよろしくお願いします。ではまた、パッパーン。チョコボールチョコボールクエクエクエチョコボールチョコボールトン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 ひなのにトンみんな丸く竹本ピアノその通り